よし、双眼鏡は持っているな。正面に村がある。見えるか？もっと上だ。もっと左だ。もっと右だ。見えないか？倍率を上げてみろ。もっと右だ。空に何かあるのか？機影は見当たらない。見えないか？倍率を上げてみろ。だがその遺跡で少し体を慣らしておくといいだろう。射撃、カバー、段差登り、9年のブランクを埋めるんだ。守りの固い建物はあるか？ミラーの手がかりがあるとすればそこだ。民間人の姿はないか。完全にソ連軍が占拠しているようだな。ソ連兵第40軍だな。DRA 政府軍は混じってないな。ソ連軍はここを直接押さえておきたいようだ。パラボラアンテナ、後から軍がつけたようだ。とすれば中に通信機が。ソ連の国旗だ。鎌と土、いわく農民と労働者。ここでは虚しく見える。灌漑用水、いずれ埋められるだろう。ソ連軍の焦土作戦は激しさを増している。明かりは人がいる証拠だ。ミラーを見張る兵士も。農作物を干す室だ。丈夫な作りだ。登っても壊れたりしないだろう。農作物を干す室だ。高い場所は見晴らしがいいが敵からも目立つ。登ったら姿勢を低くしておくんだ。ブドウ畑の畝が並んでるな。実りはないが隠れるには十分だ。アフガンはブドウの産地だが収穫の時期はまだ先だろう。そいつがターゲットだ。スペスナズの死体長。敵にしたくない相手だ。山肌に鉄板、バリケードだ。まさに鉄のカーテンか。防護柵、つまり裏には何か建物が。ゲートは開いている。だがステルス向きじゃない。歓迎してくれるとは思えん。他に侵入路があればいいが。警備兵の詰め所か。交代要員は半数待機が基本だ。人手不足なら無人ということもあり得るが。その建物
か。だがもう人がいるようだな。まず立てて後から立て増ししていく。現地ではよく見る慣習だ。ターゲットの位置が分かった。端末に反映する。回収に向かってくれ。ハミド隊、ただ一人の生き残りは口が聞けなかった。偶然か。洞窟か。物を隠すにはもってこいだが。そこが解放場所だ。ターゲットは全員部隊長だ。護衛がついている。任務達成は簡単じゃないぞ。十分気をつけてくれ。ボス、敵大隊長はクワリアサハライにいるはずだが、どこに行くんだ。ソ連軍は民家を接収し駐留している。大隊長が使用していたぐらいなら村の中でも大きな建物になるだろうな。その建物、この辺りではかなり大きいな。調べてみる価値はありそうだ。この辺りの村落はすでにソ連軍により占拠されている。元の住民は避難済みだろう。元はといえば現地政権の要請を建前とした軍事介入だったが、こうなってはただの侵略行為だな。ゲリラをあぶり出すために村を占拠したらしいが、新たな抵抗勢力を生むだけだろう。報復を報復で塗りつぶす。人類はそうやって死体を積み上げてきた。カリアサハライって村の名前はダリー語で崖の村って意味らしい。主にタジク人やハザラ人が使う言葉、公用語の一つだ。この村はアレキサンダー大王の軍隊が作ったという説もある。金髪壁眼のヨーロッパ系民族が住んでいたらしいが、皆どこかへ行ってしまった。